こんにちは。日本バーセーションへようこそ。今日は洗濯をする一日のお話です。読んで聞いて一緒にゆっくり見ていきましょう。リラックスして日本語を楽しみましょう。クローゼットを開けると着る服があまりありません。洗濯物がたくさん溜まってしまいました。今日は天気がいいから洗濯をするのにちょうどいい日です。近くのコインランドリーに行くことにしました。まず洗濯物を色ごとに分けます。白いシャツやタオルを一つの山に。それから色の濃いズボンや靴下を別の山に置きます。こうすると色が混ざらないから安心です。大きなバッグを準備して全部入れます。洗剤と柔軟剤も忘れずに持っていきます。小さい箱に入った粉の洗剤です。それから財布と家の鍵をポケットに入れました。準備はこれで終わりです。アパートのドアを静かに閉めて外に出ます。外の空気は少しだけ冷たいです。でも太陽の光が暖かくて気持ちがいいです。洗濯物の入ったバッグは少し重たいです。ゆっくりと道を歩いていきます。コインランドリーまでは歩いて5分くらいです。近所の公園の横を通ります。公園では子供たちが元気に遊んでいます。その声を聞きながら角を曲がりました。すぐにコインランドリーの青い看板が見えました。ガラスのドアの向こうに洗濯機が並んでいます。自動ドアが開くと石鹸のいい匂いがします。中は広くてとても明るいです。大きな窓から太陽の光がたくさん入ってきます。いくつかの洗濯機が静かに回っていました。ゴーン、ゴーンという優しい音が聞こえます。どの洗濯機を使おうか少し考えます。奥の方にちょうどいい大きさの洗濯機がありました。誰も使っていなかったので、それを使うことにします。重いバッグを床に置いて洗濯機のドアを開けました。中はきれいでステンレスが光っています。バッグから洗濯物を一つずつ取り出します。まず白いものを先に入れます。次に色のついた服をゆっくりと入れました。洗濯機の中がだんだん服でいっぱいになります。全部入れ終わったらドアをしっかりと閉めます。次に洗剤を入れます。洗濯機の上にある小さい引き出しを開けます。そこに持ってきた粉の洗剤を全部入れます。柔軟剤も隣の場所に入れました。これで洗濯の準備ができました。壁にある説明を読みます。洗濯のコースはいくつかあります。今日は標準コースを選びました。財布からお金を取り出して機械に入れます。必要な金額を入れるとボタンが光りました。緑色のスタートボタンをゆっくりと押します。すぐに洗濯機の中に水が流れ始めました。ゴボゴボという音がして服が濡れていきます。しばらくすると洗濯機が静かに回り始めました。これで30分ぐらい待ちます。待っている間、椅子に座ることにします。窓の近くに空いている椅子が一つありました。そこに座って外の景色をぼんやりと眺めます。車が時々通るだけでとても静かな場所です。自分の洗濯機が回る音だけが店の中に響いています。洗濯機のガラスのドアから中の服が見えます。服が水の中でゆっくりと回っています。
白い泡がたくさん出てきて、きれいになっていくのがわかります。この時間、何もしないで待っているのが好きです。心がとても落ち着きます。テーブルの上に雑誌が何冊か置いてあります。少し読んでみようかと思いましたが、やめました。ただ静かに外を見ている方がいいです。空には雲がゆっくりと流れていきます。平和な午後だな、と思いました。時間が過ぎるのは意外と早いです。もうすぐ洗濯が終わる時間です。洗濯機の動きがだんだんゆっくりになってきました。水の音が止まって最後に強い回転の音がします。ブザーが鳴って洗濯が終わったことを知らせてくれました。椅子から立ち上がります。洗濯機の方へ歩いていくと、もう音はしません。ドアのロックが外れるカチッという音がしました。ゆっくりとドアを開けると、中から温かい湯気が出てきました。石鹸のいい匂いがふわりと香ります。洗濯物はまだほんのり暖かいです。濡れた服はさっきより少し重くなっています。一つずつ取り出して持ってきたからのバッグに入れます。全部の服がきれいになったと思うと少し嬉しいです。次はこの服を乾かします。洗濯機の隣に大きな乾燥機がいくつか並んでいます。ちょうど目の前の一台が空いていました。その乾燥機を使うことに決めました。ドアは大きくて洗濯物を入れやすそうです。中を覗くと広くてピカピカでした。バッグから濡れた洗濯物をもう一度出します。それを乾燥機の中にふんわりと入れていきます。服が絡まないように少し広げながら入れました。タオルやシャツ、ズボンを順番に入れます。全部入れたら大きなガラスのドアを閉めます。また、財布からお金を取り出します。乾燥機はお金を入れると時間が表示されました。5分で100円のようです。今日は30分乾かすことにしました。スタートボタンを押すと暖かい風の音が聞こえます。ゴーという低い音と一緒に乾燥機が回り始めました。中の服がゆっくりと持ち上がって下に落ちていきます。ふわふわと回る様子は見ていて飽きません。また、さっきの椅子に座って待つことにします。これで今日の仕事ももう少しで終わりです。店内はだんだん暖かくなってきました。乾燥機からの熱で空気がほんのり暖かいです。きれいな服の匂いも部屋の中に広がっています。この静かで暖かい空間がとても心地いいです。眠ってしまいそうなほどリラックスできます。時計を見るともうすぐ時間です。乾燥機の音が止まって店内がとても静かになりました。終わりのブザーが小さくなりました。椅子から立ち上がって乾燥機のところへ行きます。服がどんな風に乾いたか楽しみです。ドアを開けると熱い空気と柔軟剤のいい香りがします。中の服はとても暖かくてふわふわです。一枚ずつ取り出してその暖かさを手で感じます。シワも少なくてきれいに乾いています。太陽の匂いみたいでとても気持ちがいいです。近くに大きなテーブルがあります。そこに乾いた洗濯物を全部置きました。ここで服を畳んでから家に持って帰ります。一枚一枚丁寧に畳んでいくことにします。
シャツはシャツ、ズボンはズボンと分けておきます。暖かい服を畳むのはとても気持ちがいい作業です。シワをきれいに伸ばして形を整えます。靴下は2つをペアにして丸めます。だんだんときれいな服の山が2つできてきました。面倒な洗濯もこの瞬間だけは好きです。すべての服を畳み終わりました。きれいに畳んだ服をまたバッグに戻します。来た時よりもバッグが軽くなった気がします。空になった洗剤の箱もちゃんと持ち帰ります。周りを見ても忘れ物はありません。店の出口に向かって歩きます。自動ドアが開いて、外の少し冷たい空気が入ってきました。来た時より太陽が西の空に傾いています。影が長くなって夕方が近いことを感じます。さあ、家に帰りましょう。帰り道は足取りがとても軽いです。きれいになった服の入ったバッグは心地いい重さです。夕方の静かな住宅街をゆっくりと歩きます。どこかの家から夕食のいい匂いがしてきました。アパートの建物がもうすぐそこに見えます。自分の部屋のドアを開けて中に入ります。部屋の中は出かけた時と同じで静かです。バッグを床に置いて少しだけ休みます。洗濯という大きな仕事が終わってほっとしました。達成感で心が満たされます。最後の仕事は服をクローゼットにしまうことです。バッグから畳んだ服を全部出します。シャツやジャケットはハンガーにかけます。ズボンやタオルは棚の上にきれいに置きました。靴下や下着は引き出しにしまいます。空っぽだったクローゼットがまた服でいっぱいになりました。きれいな服が並んでいるのを見ると、とてもいい気分です。柔軟剤のいい香りが部屋の中に少しだけします。これでまた1週間気持ちよく過ごせそうです。今日のやるべきことはこれで全部終わりです。